はい、どうもこんにちは。盆栽パークパルプンテです。今日は棚場紹介、確認の第2回目ということで、今日はね、こちらの金図口なしともみじを見ていこうかなと思います。はい。ね、段ボールでくくってますけど、防寒対策でやってます。ビニールのシートとかの方がいいんでしょうけど、ちょっと資金的に段ボールになりました。こんな感じで口なしと金図があるんですけれども、これはもううちに来てどのくらい経ちますかね。10年ぐらい経ちますかね。だいぶ立派になってきました。ちょっとね、芋虫に食われて葉っぱが減ってますけれども、先は生きてますんで、また春になったら旺盛に、育ってくれるんじゃないでしょうか。いい感じですね。あとはこれは清野誉れなんですけれども、これも口なしですね。だいぶ葉が食われちゃってますね。これもだいぶいい感じなんですけれども、葉っぱが今みすぼらしくてどうしようもない感じになってますけれども、このね、また春になったら元気に吹いてくれるんじゃないかなと思います。はい、これはですね、去年買ったんですけれども、本当はねこのぐらいまで40センチぐらいあったんですけれども、全部切り詰めてふかし直しをさせてるところですね。だいぶ中の方からもですね、よいしょ、見えますかね。ピントが合わない。ほら、中の方からも芽が出ています。外側はこれも虫にやられてしまってみすぼらしいですけれども、これも期待の一鉢ですね。あとは口なしはですね、いろんな鉢で、どれがね一番太るかやってるんですけれども、どうやらですね、一番太ってるのはこれですね。こちら見てください。これ挿し木でやってるんですけれども、他のと同じ時期に植え替えをしてるんですけれども、このペットボトルでやってるのがだいぶ元気がいいですね。足元からも芽がだいぶ出ています。これも虫にやられてますね。結構でも植え替えた方がいいのかな。太い根が出てきちゃってますね。下の方まで根がいってますね。びっちりになるまでやりたかったんですけれども、今年植え替えようかな。あとはこの辺金図ですね。金図の未生ですね。まだまだ細い苗がいっぱいで、一応ね1曲目をつけてるんですけれども、まだまだこれからです。1本だけ成長がいいのがありますね。これが一番太いですかね。これ寝伏せですね。金図の寝伏せ。これも寝伏せですね。いいところから芽が出てるかなと思います。試しに
たくさんあったんで握りなんかもやってますけれども、うまく癒着するでしょうか。はい、口なしはね、これからちょっと増やしていこうかなと思って挿し木したものもたくさんあります。清の誉れなんですけれども、日陰にいたせいかこんなに伸び伸びになってしまってますね。こっちは普通の口なしですね。はい、そしたらこちらはもみじですね。山もみじ、冬の姿にみんななってます。一時期はね、貝殻虫にかなり侵食されていたんですが、だいぶマシになったかな。これなんかもう未生で10年ぐらいのもみじです。座ができてきて、曲もねいい感じで入っていて、枝の振り方も結構いいかなと思ってるんですけれども、これから枝を作っていく感じです。はい、こっちのもみじはもう一番長いですかね。取り木をしたんですけれども、ちょっとねこっちの方がまっすぐ伸びてしまってるので、ここで落とすか迷ってるんですけれども、今のところこっちもつないでいます。取り木かけちゃってもいいかもしれないですね、上の方だけね。でこっちなくして車間みたいな感じでやるのもいいかなと思います。カエで叩いてますんで芽がまだないですけども、芽がねいいとこに出てきてほしいなと思います。こちらもカエで、昨日じゃないか、前回の動画の、黒松の石突きでも出てきたんですが、一夜さんの玉石鉢ですね。これも小さいカエデで将来楽しみな、三冠みたいになってますけれども一鉢です。はい、そんな感じで、今日は、口なし、金図、山もみじ、棚場紹介してみました。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。